ストラリアの素晴らしいところはこういうところですよね。何なのこの鳥は。ただただ怖い。まあ橋行くんですけど、これすごいな、なんか面積が広すぎじゃない？あと15キロですね、フィッシュクリークまでは。何なのこの鳥は。まあ攻撃してくんだけど、めっちゃ何なん。たまにいるんですよね、こういう鳥。まあおそらく巣があるんだと思うんですけど、ただただ怖い、普通に。もう大丈夫だろね、なんなん。はい、フィッシュクリーク到着しました。で、ここら辺もですね、自転車ロードがありまして、グレートサウサンレイルトレイルっていうのかな。うん。で、今がここですね、フィッシュクリーク。まあこれをほんの少しばっかしフォローしたって感じなんですね。はい。で、今ここら辺に着きまして、まあ公園があって、で、休めるベンチがこういう風に。豪華ですね。素晴らしい。はい。バーベキューできますね、簡単に。素晴らしいと思います。で、あと面白いのがですね、こういうトレイル、自転車のトレイルだと、空気入れがあったり、これが自転車のラックですね。はい。で、工具が、結構あります。オーストラリアの素晴らしいところはこういうところですよね。やっぱり自転車に優しいところは結構自転車専用道路っていう風に、整備が整っている、かつ何かトラブルがあった時の、工具なども置いてあるっていうのは、オーストラリア、あとはヨーロッパとかの海外の自転車が優しい国っていうのは素晴らしいなという風に思いますね。よいよいよい。はい。はい、現在時刻が1時ちょい過ぎで、ウェルシープールというところに着きました。で、ここはですね、先ほど走ってた自転車道路の最終終着点となってまして、ここからだと海に行く道路しかないので、僕はもう完全に北の方にブリスベンに向かっているので、ここからは高速道路を、フォローするしかないですね。パシフィックハイウェイと言われてるところですね。ただの高速道路っていう風に言われてましたけど、どうでしょうね。なんか忙しいような気もしなくもないんですよね。まあとりあえず時間も時間なので、どんどん追い風があるうちに漕いでいきたいと思います。はい、パシフィックハイウェイですね。ありがたいですね。路肩結構広いですね。かれこれ10キロは走ってないと思いますけど、路肩ずっとこんな感じですね。で、交通量はかなり少ない。はい、先ほどヤーラムっていう街を通過したんですけども、そこ以降ですね、とうとう路肩が何にもなくなりましたね。残念です。非常に残念です。交通量も増えました。まあそれはパシフィックハイウェイっていうなんかね、結構生かした名前なので、まあこんな風になってもしょうがないかなと思いますね。はい、現在時刻が6時となりまして、目標のセールまで30キロというところまで来ましたね。ありがたいです。
今日頑張ってます。はい。なんとセールまで残り5キロというところまで来ました。素晴らしいです。そして今日なんと160キロです。めっちゃ漕いだわ。すごいわ。160キロ漕げんのかよ。すげえな。はい、到着しました。こんな感じです。めちゃめちゃ川が近いです。まあ本当なら緑がいっぱいあるところでテント張ろうかなと思ったんですけども、まあまだ明るいのと、まあ迷惑がかからないところに張ろうと思ったので、ここを選択しました。まあとりあえずもう8時なので、もう160キロも漕いだので、とりあえずは今日は早めに終わってゆっくり体休みたいと思います。はい、おはようございます。現在時刻が8時50分となりまして、今は昨日泊まった川から、出発しまして、セールっていう町に向かってるって感じですね。まあ大体セールまではあと2キロぐらいで到着すると思うので、そこらで、どうしようかな。通り過ぎるかお買い物ちょっとするかって感じですかね。はい、現在時刻がもうじきで11時ですね。セールという街を抜けてですね、今現在は、ベインスデールっていう街に向かってます。とりあえず、まあ、ハイウェイを避けれるルートを、探しましたので、こういう田舎道を今はですね走れてますね。いやー気持ちいいですね。今日天気もいいですしね、何より。今はですね、ギプスレイルトレイルっていう、まあサイクリングロードっていうのかトレッキングコースっていうのか、まあトレイルって言ってもね、タスマニアほどのレベルじゃないので、ものすごく快適に走れてますね。はい。まあ、景色はこんな感じですね。まあ砂利道ですけど、まあ全然こけてますし、まあ景色も綺麗。あいにくね今日雨降ってるんで、残念なことにかれこれ1時間半ぐらい経ってますけど、なんか止まないで思いっきり降らない、ただの小雨が1時間ずっと続いてるって感じなんですけど、すごいところ到着しましたね。まあ昔動いてた、電車レイルラインって言ってるんで、多分おそらくそんな感じだと思いますね。あ、そうですね。はい。列車が走ってますね、このように。はい、パシフィックハイウェイに戻ってきました。路肩はありがたいですね、これぐらい広くて。まあところどころは狭かったりしますけど、だいたいこれぐらい用意されていたりする。結構広い。まあ、ただ雨降ってきましたけどね、もう意味がわからない今日の天気。はい、現在時刻が3時ですかね。3時15分ですね。今現在は、その次の町に向かってるんですけども、びっくりするぐらいアップダウン。山なんていくらでも乗り越えてきたと思ったんですけども、なんか 300m 上がって 300m 下がって 200m 上がって 200m 下がって 300m 上がってみた感じのがちょっと 4,5 個5,6 個出てきて、まだ40キロぐらいしか走れてないっていう現状ですね。まずいです。まずいです。非常にまずいです。で疲れて今休憩してるっていう現状ですね。やばいっすね。全然進まねえ。こんな山だと思ってなかった。やっちまった。
いや、ようやく着きましたね。ようやく着いた。まずはグロサリーストアに行きたいと思います。よっしゃ、まずは食料買い出し。はい、買い物を終えて公園に着きました。で、今はですね、まあウォーターセクションといって飲料水が飲めるので、まあこんな感じで出ます。ありがたいですね。で、あとですね、もっとすごいのがあったんですよ。公園に携帯充電できるのなんですけど、公園にコンセントあるんですけど、ただの公園なんですけどね、ここ。はい、現在時刻が6時となりまして、そろそろ、休憩終わりにして出発しようかなと思います。で、この後の予定はですね、今すごいずっと考えてたんですけども、今から山を登ってキャンベラに向かおうかなってちょっと思ってます。っていうのも、シドニーをどうしても避けたいんですよね。どうしても避けたいんですよ。もう行く意味がない、シドニーなんて。しかもめちゃくちゃ大きいし、人いっぱいだろうし、大都市なんか見て何がいいんだって話ですから、本当にシドニーに行きたくないんですよね。で、僕が今通ってるパシフィックハイウェイをずっと通っていくと、もうもろシドニーにぶち当たるというか、で、シドニーが一箇所ポンだけだったらいいんですけども、シドニーの周りブワーって多分街がゴン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 って広がってると思うんで、まあゴミゴミしてるだろうし、あとはまあ泊まるところがない、まあウォームシャワーっていう風に利用していけば問題ないかもしれないんですけど、そんな旅は僕したくないですので、それだったらキャンベラを通ろうかな、山を越えてっていう風に思ってますね。キャンベラの人口とかはもう、結構低いですから、今さっき調べましたけど、オーストラリアの都市の人口ランキングでも7位とか8位ぐらいなので、まあそれなら別に。で、しかもキャンベラは首都なので、結構魅力的な国会議事堂とか見に行こうかなとも思ってるんで、それだったらキャンベラ行くのもありかなって思うんですけど、ブリスベンまで残り1600、1700キロなんですね。まあ、自転車で走るってどっか行くってなった時には1800キロとしましょうか。で、残りの日数が、22日。平均して70キロから80キロ1日漕がないともう間に合わないレベルですね。なのでどうしようかなってもうずーっと考えてたんですよね。ずーっと。で、ブリスベンまで早めに到着したいですし、本当に山の中走ってブリスベンに到着できるかっていうところも際どいですし、まあでもシドニーを避けたいので、もう体に鞭いってキャンベラ向かおうかなってちょっと思ってますので、今から行きたくね正直言って行きたくないんですよね。あんまり乗る気じゃない。まあでも行くしかない。行こう。はい、行こうと思います。キャンベラ向かいます。景色がすごい綺麗ですね。小海市場です。目の前まで行ってきました。自転車止めたらですね、ここに止めんじゃねえと怒られまして、